はい、皆さん、こんにちは。ちょっと早かったかな。はい、皆さん、こんにちは。本セッションではですね、こんにちは、カズさん、こんにちは。IT エンジニアが未来を作る、DX を推進する技術者の役割と題してですね、30分ですね、本セッションを配信させていただきます。で、このセッションなんですけど、弊社のですね、チーフランニングオフィサーの伊藤桂と、私、エヴァンジェリストの、小田でお送りします。はい、若干緊張してますけども始めていきたいと思います。ではですね、早速自己紹介から始めさせていただきます。もうここはさらっとですね、はい、自己紹介です。日本マイクロソフトにて、デベロッパーマーケティングマネージャーや、エヴァンジェリストとしてですね、活動しております、小田翔こと小田翔平と申します。昨年ですね、モストデブレルコミッター2020というデベロッパーリレーションズのアワードをいただいたりですとか、あとはデブレルエキスパート、あとテックフィードですね、テックフィードというメディアにてですね、デブレルエキスパートに認定されています。本セッションですね、モデレーターとしても務めさせていただきますけども、前半は、伊藤桂が、後半は私が、お話しします。それではですね、早速ですね、桂さんよろしくお願いします。はい、小田翔さん、ありがとうございます。小田翔さんと一緒のセッションやるのはマイプレジャーでございますね。ということで、本当ですか。はい、皆様、伊藤桂でございます。もう、だんだん年寄り枠になってまいりましたが、皆さんお元気でしょうか。多分ですね、小田翔さんにお声掛けいただいたのは、私の趣味であり、生きがいは、素晴らしいエンジニアを輝かせることと、私のいろいろはここの SNS でございますので見ていただくこととして、私は技術者を輝かせることが生きがいなんですけれども、その技術者愛がゆえにですね、お呼びいただいたのかなと思っております。じゃあ次のページお願いします。で、最初の10分ぐらいでですね、私がこの溢れる愛を持って、今が皆さんにとってチャンスだと。こんなチャンスはないということをですね、熱く語らせていただければと思います。で、まずですね、ちょっと1年前の3月3日、ひな祭りですね。ひな祭り、皆さん何してらっしゃいましたかね。もう全く今と違う生活でしたよね。全く違う日々でした。働き方も毎日どこに行くかも誰に会うかも全く違います。ようやくウイルスに対するワクチン出てきたりしましたけれども、だからといって私たちが1年前あるいはそれ以上前の時代を取り戻すということは私はないと思ってます。でもちろんワクチンがあってその今のパンデミックの状況ちょっと収まってくると思います。でもまた次の変異ウイルスがあるかもしれない。それから今、あれですね、自然変動のリスクがすごく叫ばれてますね。あるいは食糧危機とか水危機だとか、いろんなチャレンジが多くなります。世界はどんどん変わっていきます。で、この変わっていくということが今の状態なんですね。常の状況。これが、これからの世界だと思います。で、これから変わっていくという中で、デジタル化というのがものすごい重要だということが言われてきました。明日何がどうなるかということが分からなかったら、デジタルの力を借りて、国も社会も、それから企業もそれから個人もですね、生き延びていくしかないわけですね。ということで、デジタル化が必要だということがものすごく言われております。で、その中で、それと同時にデジタル人材がいないよっていうことが、すごく今、日本の問題になっています。初めてですよね。DX が必要だとか、日本はデジタル化が遅れているだとか、国会だとか、経団連だとかでそういう発言があるの、私、人生、半世紀以上生きてきて初めて見たんですけど、そういう時代になったなと、しみじみと思ってます。あと、同じデジタル人材でも定義が広くなりましたよね。要は、コードを書く人、運用管理をする人だけではなくって、データを分析できる人、あるいはデータをもとに何か判断をできる人、デジタル人材っていう定義がすごく広くなったなと思っています。はい、次お願いします。じゃあ、その中で、日本はどうなってるかって話ですね。で、日本はデジタル化が遅れているって、国を挙げて言ってるんですけれども、それから DX が必要だとかって、NHK でまさか普通の NHK の番組とかニュースとかで DX っていう言葉を聞く時があるとは思ってもみなかったんですけど、DX という言葉が当たり前になってきました。で、ということはですね、企業経営者、あるいはトップにいる人たちという方たちは、DX、デジタルトランスフォーメーションに対する期待がものすごく高いんですね。ものすごい高いです。これ見たことないです。
今やばい話しそうになったのでやめました。これ公開セッションというのを忘れてましたね。はい。そうですね。今言っちゃいけないことに触れようになって失礼しました。後でこっそり聞いてください。で、期待値はすごく高いです。でも、それと同時に、DX を支える技術者が足りない。これ皆さんおっしゃってます。いろんなリーダーの方と毎日いろんなお話をしてるんですが、言うの忘れてました。私、今の仕事は、クラウドのスキルをお客様、パートナーにご提供するという仕事をやっていますので、お客様のトップのスキル担当の方とよくお話しするんですが、いや、うち社内に技術者いないんだよねと皆さんおっしゃいます。もしくは技術者いるんだけど、なんかオンプレミス関係なんだよね。全然クラウドじゃないんだよね。AI じゃないんだよねっていう話もよく聞きます。そしてショッキングな事実としてですね、ある調査によりますと、日本の IT 技術者の給与って世界でもものすごいローレベルなんですよね。で、これよく考えたら当たり前で、日本っていうのはずっと IT というのはコストセービングの方法だといつかどっかで決めつけてしまって、そして全て委託系ですね、丸投げ、よしなにやってちょうだいと、でコストセービングだから安くやってちょうだい、これが日本の DX です。DX でIT 人材への向き合い方です。ですから、人を育てるということをしてこなかった。ですので、ここにものすごい大きな需給ギャップがあるということになります。需給ギャップがあるということはどういうことかというと、イコールチャンスですね。ですので、このセッションにジョインいただいている方は、ほとんどの方が技術者だと思うんですけど、こんなに日本の中で IT 技術者が必要だ。IT 技術新しいクラウド、新しい、AI が分かっている技術者が必要だっていうふうに騒がれてたのはないんですね。もう有史以来初めての出来事です。で、これをうまく使おうじゃないかというのが私の一番のメッセージです。で、次のページお願いします。じゃあチャレンジは一体どこなのという話ですけれども、はい、小田さん、次のページお願いします。けれども、やっぱりですね、まず上の真ん中行きましょうか。委託体質ですね。丸投げ体質。で、丸投げってどうするかっていうと、こういうビジネスプロセスでやってるから、これ丸ごとやってちょうだいなんとかさん、はい、全部で何千万何億ね。要はビジネスプロセスの変革なき、単に紙でやってたものをデジタルに置き換えるだけ。こういうのは当たり前でやっていました。こうすると技術者側も、技術者の仕事って使用書をもとにコード書くんだ、使用書をもとに運用するんだって、それで終わっちゃうんですよね。でもそれって何にもトランスフォーメーションでもないし、デジタル化のバリューもないし、先ほど言ったようにこれから、異常なことが状態になる世の中においてはデジタルのパワーを使い切るとは言えないと思います。そして、当然ですね、技術の進展というのが今素晴らしいですから、新しい技術にどんどんついてきていただく必要があります。それからもう一つ、実は今ものすごく大事だなと私個人的に思ってるし、いろんなところで言われてるのはこの上の右側です。技術者もやっぱり技術をビジネスの言葉にする、あるいはビジネスを技術にする、これがアーキテクトっていう仕事なんだと思うんですけれども、このビジネスの言葉で会話できるっていうスキルも重要だと思っています。でも結構厳しいこと言わせていただきましたけれども、チャンスも今たくさんありますね。で、今この後小田翔さんががっつりご説明いただきますけれども、昔だったらですね、何日も何日もかけて勉強しなければいけなかったような情報がいくらでもあります。もうマイクロソフトもものすごく投資させていただいています。たくさんスキルアップの機会があります。あるいはそのスキルを人に証明する、表明する方法もあります。あとやっぱりすごいのはクラウドの力で即座に実証できることですよね。先日AI 勉強しなきゃと思って AI の基礎 AI900 取ってみたんですけど、すごいですよね。Azure の環境に行ってマシンラーニングをちょこ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 ってやると、あら、私でもできる機械学習みたいな、これはものすごいことだなと思いました。そして最後です。私のメッセージで、技術者に対する期待値が高まっています。ですから皆さんがぜひ意識していただいて声を上げる。でそのことが日本のデジタルトランスフォーメーションというか、まず日本あるいは、皆さんの会社だったり社会が生き延びること、そしてトランスフォーメーションすること、ここに役立つと思っています。ということで、私のメッセージはこのチャンスをぜひ、ものにしようということですね。ということで、Handing over to you、小田翔さん。はい、桂さんありがとうございます。ちょっと音が大丈夫かな。よいしょ。
大丈夫ですかね。はい、すいません。勝田さん、ありがとうございます。じゃあ、次のスライドに行きたいと思います。そうですね、冒頭だいぶ噛んでしまったので、今、勝田さんが話している間にですね、口のマッサージというか、準備体操を今頑張ってやってみました。ちょっと遅いっていうね。はい。ではですね、次に私のセッションというか、パートになるんですけども、こういった成長し続けるために必要なことということでですね、ちょっと長くお話しさせていただこうかなと思っております。ぜひお付き合いいただければと思います。はい、そうですね、桂さんのお話、すごく僕も言いたいほど分かりますと。というのもですね、私は、新卒から10年ほどですね、国内の某商社系の SIR に、勤めていました。新卒は10年、そうですね、大体10年弱ぐらいですかね。で、新卒から入って、OJT 受けて、大体こう、部署に配属されるとですね、アサインされたプロジェクトを黙々とこなしていくわけなんですよね。ただなんでしょうね、もともと、なんでしょう、文系の大学卒で、あまりコンピューターは、自分が好きで触ってたりとか、携帯電話とか、私、すごい好きなんですけど、自分でいろいろ調べたりしてる程度でですね、実際に手を動かす機会がそんなになかったっていうのもあってですね、でそういった情報の取得の仕方もよく分からなかった時期が長かったんですよね。なのでアサインされたプロジェクトを黙々とこなすというか、日々そういった対応に追われているみたいな、そういった生活をずっとしていました。なので、あんまり自発性がないというか、口開けたら仕事が降ってくるから、それを咀嚼して、自分で落とし込んでいくみたいなことをずっとやってたんですね。その仕事を言われたままにやっていたわけです。コールセンターのシステム構築とか、BI ツールとか監視系もやってましたし、パーソナルアプリケーションももちろんやってましたね。VR 開発とかもいろいろやってました。結果的に私にとってすごくいい経験だったのは間違いないなというふうには思ってはいるものの、ただとにかくやっぱ視野が狭かったんですよね。その情報の収集手段が分からなかった部分が多かったので、本当に会社の中で黙々と仕事をこなすだけになっていて、その自分の会社の中でしか自分の存在価値を、見出すことしかできなかったんですね。で、ちょっと違和感を覚えたというか、自分の考えるエンジニア像ってこんなのだっけっていうふうにちょっと立ち止まって考える機会があってですね、思い悩むことも多くありましたと。で、そんな中、ひょんなことをきっかけでですね、コミュニティというものに出会って、社内で偶然ですね、すでに活動している先輩がいたのでですね、連れて行ってもらったんですね。一緒にちょっと帯同して、行ってみましたと。で、そうするとですね、かなり衝撃的なことがあったんですよね。なんでしょう。皆さん技術の話するときにめちゃくちゃ楽しそうに話してるんですよ。っていうとだいぶ語弊がある気がするんですけど、なんだろう、自分がやりたいものがあったりなかったりとかして仕事としてやってた部分があったんですけど、彼らは仕事としてよりかは自分が好きでやってると。自分が好きでどんどん勉強してるし、自分が好きでどんどんブログにポストしてるし、機会があれば登壇もするみたいな感じだったんですね。なんかそこら辺のその温度差にものすごくびっくりしたというか、衝撃を受けたというのを今でも覚えてます。でですね、私もそんな中でですね、なんでこんな風にこの人楽しんでやってるんだろうなっていうのが不思議すぎてですね、コミュニティに足しげく通うようになったわけですね。で、そうしていくうちにですね、私もなんか喋ってみなよみたいな、ずっと要は聞き戦だったわけです。ずっと聞いてて、なんかこういうのあるんだ、俺知らなかったな、なんか面白そうだなと思って書いて調べてみたりとかね、そういうのはしてたんですけど、喋ってみろっていうふうに言われたんですよね。おみたいな、なんかなんだろう、存在を当時はね、オフラインだったので、現地にいて話聞いてたんですけど、存在をちょっと薄くしてたんですよね。薄くしたんですけど、やっぱりスポットライトがどっかで当てられて、そうかそうかみたいな、私も、じゃあ喋ってみようかなって思いながら、内心めちゃくちゃピクついてたんですよね。桂さんが一瞬現れたけど違ったみたいです。はい。でですね、すごい怖かった。一番最初の登壇の時はすごい怖かったんですよ。結構最近初心者向けの LT 大会をやってるようなコミュニティとかも多くてですね、よく参加させてもらってるんですけど、なんかコメンタリー的な感じで、少しお話しさせていただいたりはしてるんですけど、皆さんすごい上手いんですよね。私の時は、なんとかなんですみたいな感じで、締めなきゃいけないところを、なんとかで、なんとかなんとかみたいな感じでですね、全然語尾が締まんなくてですね、もうお世辞にもうまいとは言えないというか、むしろ下手くそすぎてちょっと黒歴史化してるような登壇とかもあるんですけど、でもそれでもですね、その私が話したアウトプットに対してですね、すごく議論が湧き起こったんですよね。その記憶がすごく鮮明に残ってて、アウトプットする
のめちゃくちゃ楽しいなと思いましたと。で、そういったアウトプットするとフィードバックが、インプットがあるので、そういったインプットでですね、また今度新しいアウトプットしようみたいな感じで、いいループが、グッドループが回るようになってきましたと。で、そういったアウトプットって、私はその特別な人間にしか権利がないと思っていたんですけど、決してそういうことではなくてですね、誰しもがアウトプットしていいと、特に今オンライン化なので、いろんな人が情報発信するための設備とかも整えているかと思うんですけど、そういったのを駆使してですね、ブログでもいいし、登壇でもいいし、資格取ってですね、サイトに載っけるのでもいいんですけど、そういったアウトプットをどんどんしていくのが当たり前になっていくし、これまでも当たり前だったんだけど、それがより鮮明になってきたなというふうに感じています。はい。で、ですね、ちょっとまだ緊張してるかな。はい。で、そうこうしているうちにですね、ご縁があってですね、某外資の M 社というところにですね、入社したんですけど、毎日非常にエキサイティングにやっています。正直自分自身が外資で働くイメージなかったし、単純にその技術が好きで、コミュニティが好きでって言い続けただけで、いろいろ人生がグロースしてきたなというふうな感じがします。特にさっきの DX っていう文脈なんですけど、このソフトウェアを入れたら DX になりますよとか、そういった話ではなくて、企業そのもののカルチャー変革だと思ってますと。で、当然、やっぱりリーダーがですね、弊社の場合だと、サティアがですね、いろいろメッセージを発信してくれてるんですけども、それだけじゃなくて、フォロワーの方というか、一人一人がですね、そういったものを意識していかなきゃいけないなというのは常々感じています。なんていうんですかね、そのリーダーだけじゃなくて、個々人のそのトランスフォーメーションも必須の要件かなというふうに感じています。リーダーはですね、そういったなんでしょう、カルチャーをですね、承認するといいますか、監視、その日々の業務とかでそのプロジェクトの進捗状況の監視とかそういったことじゃなくて、もっとカルチャーに対して手こ入れしていく必要があるし、そういったカルチャーの変革していくために、リーダーもそうだし、フォロワーのその普通のですね、一般社員といいますか、皆さんもですね、コミュニティとかそういったセルフモチベーションできるものを通じてですね、カルチャー変革に取り組んでいくべきだなというふうに感じています。とはいえですね、私の時はですね、そのコミュニティでワークしたり話したりするときは、会社に許可を得て、話はできていたん、ごめんなさい、ですね、許可を得て話をして、そういったフィードバックを投げてたんですけど、会社にも。なかなかですね、本名で活動できないとか、会社名を明かせないっていう人もまだまだ多くいるかと思いますけど、そこに関してはですね、もう、なんでしょうね、ちょっと言葉を選ばず言うと、ちょっと古いかなと思っていて、どんどんですね、そういったカジュアルだったりとか、オフィシャルな場にどんどんその自分のところの従業員だったりとかっていうのを出していく必要があるかなと思います。結局、その会社でこういった人がいるよっていうのを見せていかないと、うぞうむぞうあるいろんなシステム開発会社の中で差別化ができないと思っているので、そういったキャラクターの人もいるよとか、うちの会社こんなことやってるよ、NDA とかに抵触しない程度になるかと思いますけど、加藤さん、どうしました？それね、超賛成です。ちょっと前までは、本当にハングル名でコミュニティ活動するって当たり前だったんですけど、今逆で、この後小田翔さん説明すると思いますけど、リンクドインにちゃんとサーティフィケーションを取って、載せましょうとかっていうのを、どのトップも必ずサポートしてます。DX 度合いが高い会社ほど必ずサポートしてます。ですから、安心して本名でコミュニティ活動しましょう。そうですよね。いや、本当にそう思いますね。会社名だったりとか、名前を出してしっかり、やるっていうこととかですね、DX の一つの、いいきっかけになるかなと思いますので、ぜひ、そういった活動をですね、認めてあげていただきたいなというふうに思っています。でですね、マイクロソフトとしてもですね、技術者に向けてですね、様々なサービス支援などを行っています。これからもですね、その皆様のその価値向上に向けてのサポートをですね、全力でしていきたいなというふうに思っています。具体的にはですね、ちょっとここのスライドすごい長くなりすぎましたね。あと10分だそうです。ですね、例えばなんですけど、開発ツールとかプラットフォームですね。開発ツールとすると、もうおなじみの GitHub だったりとか、ビジュアルスタジオコードありますね。これはもうどちらかというと、マイクロソフトがうんぬんというよりかは、もうこういったツールがあるから、どんどん駆使していきましょうという話ですね。全然、そういった、例えば、そうですね、C# がどうとかって関係なく、皆さん、例えばビジュアルスタジオコードだったら、エクステンションとかいろいろ入れたりとかしてですね、自分の使いやすいようにカスタマイズできますし、集団で開発するときは GitHub なんてもう欠かせないかなと思います。で、ここで1個外しちゃいけないのがですね、リンクドインですね。リンクドインってただのビジネス SNS なんじゃないのっていうふうによく言われるんですけど、そうじゃなくてですね、すごく使えるツールになってますので、ちょっと後ほど説明しますけども、ぜひぜひ駆使してくださいというところです。で、ですね、とはいえですね、いき
なりコミュニティに参加するのは怖いみたいな人もたくさんいるかと思います。そういった人はですね、セルフラーニングからまず始めてみるのがいいのかなと思います。いろいろ用意してます。例えば GitHub ラーニングラボですね。GitHub って聞くんだけど、全然使い方がピンときてないみたいな方も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、私もですね、前の会社だとですね、GitHub は使えなかったので、別のその共有のその仕組みを使ってたんですけど、なので実際ちょっと使い方分からなかったりしたんですけど、こういったラーニングラボとかでですね、すっかり使えるようになってきたので、こういったのを使うのすごくいいかなと思います。あとはマイクロソフトランですね。マイクロソフトランめちゃくちゃいいですね。マイクロソフト Azure だけじゃなくて、パワープラットフォームとか M365 とか、ビジュアルスタジオもそうだし、SQL サーバーとか、いろんなマイクロソフト関連製品のですね、そのトレーニングが受けられる。しかもサンドボックス環境まで用意されているので、見て、頭で分かった風じゃなくて、実際に手を動かせるんですよね。手を動かして学べるのですごくいいです。先ほど、桂さんが AI900 の話しましたけど、私も一昨日取り行ったんですよ。これの準備でめちゃめちゃ忙しかったんですけど、テストセンター予約してるの忘れてて、慌てて受けに行って、若干遅刻したんですけど、受かったみたいなね。そんな感じでですね、そういったランで勉強して資格取得とかをするのもいいのかなと思います。あとは先ほどお話ししたリンクドインですね。実はリンクドインもラーニングサービスやってるんですよ。Excel の使い方とか、そんな基本的なものもたくさんありますし、それだけじゃなくて、例えばなんですけど、なんだったっけ、ちょっと待ってください。そうそう、一般社員から管理職に成長するにはみたいなビデオもあったりとかして、なんか変わったビデオあるなと思いながら、あとWindows 10、基本講座なんてかなり幅広く用意されてますので、ちょっと覗いてみるのはいいかなと思います。で、勉強していくとですね、その勉強しただけになってしまって、モチベーションが維持できないので、ぜひその資格取得にチャレンジするのも良いかなと思います。認定資格でそのサーティフィケーションというのがあるんですけど、先ほど申し上げた通りなんですけど、定期的にですね、受けるのをお勧めします。どちらかというと、資格を取るというよりかは、モチベーションの維持に資格を使うみたいなイメージの方がいいかもしれないですね。なんか資格を取るのが目的になるのはちょっと違うかなというふうな気がするので、で、あとは、バーチャルトレーニングデイズとか、あとは資格試験対策オンデマンドというそのウェビナー形式のものもありますので、ちょっと動画を流し見して、ざーっと覚えていきたいみたいな人は、そういったのを使うのも良いかなと思います。はい。で、受験費用っていうのがかかって、くるのがちょっとね、困る部分はありますよね。決して安くない金額なので、そういった方はですね、この Ignite というイベントなんですけど、クラウドスキルチャレンジっていう、マイクロソフトランを使った、なんでしょう、そうゲーム要素を拡張した施策というかオファーが用意されています。それで自分で勉強していくとですね、受験費用ですね、受験費用が 100% オフになるっていう、オファーが出てますので、ぜひこのセッションの後にですね、クラウドスキルチャレンジを Ignite のサイト上で探してみてはいかがでしょうかと。あとは他にもですね、30 Days to Learn It って言ってですね、来年の6月まで有効なんですけど、こちらは、試験費用が半額になると。内容は一緒です。マイクロソフトランのコレクションというものをクリアしていくと、半額安くなりますよみたいな、そういった施策もありますので、ぜひぜひそういったのを探してですね、少しでも安く、モチベーションを維持するためにですね、資格取得なんかに取り組んでいかがでしょうかというところです。はい、では次です。で、資格を取得したらですね、ぜひ、先ほどのそのリンクドインに登録しましょう。例えば、コミュニティとかもそうだし、そのブログポストとかをしていて、いろいろアウトプットをしていくのもそうなんですけど、自分が持っている資格とかスキルっていうのも言わないと結局、誰も見てくれないんですよね。何かどっかに形として残ってないと、結局あなたが何者で何ができて何をしようとしているのかっていうのは全然周りに理解されないので、そういったのはビジネス SNS のリンクドインがめちゃくちゃ強いので、取ったらぜひこういう形でですね、登録していただければと思います。ちょっと画面上のはおそらく私のではないですね。私まだパワープラットフォームとか取ってないので、これから頑張って取ろうかなと思います。で、スキルっていうのは自己申告で書けるようになってます。なんでしょうね、そういったその仕組みの開発者でもない限り、全てを理解している人って少ないと思うので、全部理解してないからちょっと書けないなとかじゃなくて、ちょっとでも触ったら書いてみましょう。それが自分のモチベーションにもつながると思います。はい。でですね、そのコミュニティの話を先ほどちょっとさせていただいたんですけど、マイクロソフト製品って製品めちゃくちゃ多いんですよね。Azure そうだし、パワープラットフォームそうだし、M365 そうだし、ビジュアルスタジオもそうだし、かなり多くてですね、どういったコミュニティに最初参加したらいいか全然わかんないなんて人も結構多くいらっしゃるかなというふうに思います。そういった方向けにAzure Rockstar というプログラム、コミュニティ向けのサポートプログラムを、用意しております。
で、ですね、こちらが、ちょっと待ってください。今ですね、16のコミュニティがこのプログラムに参画してくれています。Azure 黙々会とか Cogbot とか、JSSUG とか LAN のユーザーグループだったりとか、あとは Cosmos DB ユーザーグループとか、16、全部ちょっと紹介していると時間がないので割愛しますけども、ご覧のですね、コミュニティの皆様がですね、このプログラムをサポートしてくれているので、ぜひ、これからコミュニティに参加しようかなというふうに思っている方はですね、こういったところから探してみるのがいいんじゃないかなというふうに思います。今ですね、延べ人数で4万人近くですね、実はこのロックスタープログラムに参加しているコミュニティのいずれかに参加して、毎月何かこう勉強を行っているというところですね、かなり人数が増えてきたなという感じです。なので、こういったものにですね、こういったコミュニティとか勉強会にですね、どんどん参加してですね、どうやってこう彼らがセルフモチベートしているのかっていうのと、技術ももちろんそうですし、いろいろ学べる部分が多いかなというふうに思います。はい。で、Azure Rockstar プログラム自体は、実は、なんでしょう、コミュニティのその主催の方向けのプログラムになってまして、例えばクラウドデベロッパーチャンネルという YouTube チャンネルを持っているんですけど、そういったオンラインイベントの配信ですね、プラットフォームごと貸し出して、そのクラデベのプラットフォーム上で、コミュニティの様子を配信したりだとかっていうのもやってますし、あとはいろいろこう皆さんでアウトプットを中でしていっているんですけど、そういったものの拡散のご支援ですね。あとはそのイベント情報とかの、イベント情報とかも拡散支援してます。あとはこういったですね、ファーストパーティーとかサードパーティー、いろんなコミュニティがカンファレンスやってると思うんですけど、そういったものへのですね、登壇枠の提供だったりとか、あとはちょっと今難しいんですけど、Azure 代官山ベースとか、全国にあるですね、Azure ベースだったりとか、あと品川本社のですね、セミナールームの優先提供だったりとか、あとはこれからコミュニティを立ち上げたいっていう方向けのですね、相談窓口もやってますし、あとは専用ノベルティの提供なんかもやってます。ぜひですね、コミュニティの主催者の方は、こういったサポートプログラムがありますので、活用していただけると嬉しいです。で、そういったサポートプログラムを受けてですね、これからコミュニティに参加しようかなというふうに思っている方ですね、ぜひぜひいろんなコミュニティに顔を出してみてください。そして、アウトプットをして、インプットをしてっていう、グッドループを回していってですね、トランスフォーメーションに一歩でも近づいていただけると嬉しいなと思います。はい。ごめんなさい、少し駆け足でご説明差し上げたんですけど、ですね、我々はですね、これからもその皆様の DX 実現のためにですね、あとは個々のトランスフォームのために様々な支援をしていきたいなと思っております。で、ここでセッション終了したいなと思っているんですけど、最後に桂さん、ぜひコメントをいただきたいなと思ってます。ありがとうございます。ちょっと質問いただいたんですけど、ビジネス技術用語をビジネス用語にどう置き換えるかっていう話ですけれど、一番簡単なのはそういう場に身を置くことで、例えば小田翔さんなんかいい例で、まさか小田翔さんと英語でビジネスカンバセーションをすると、ね、何年か前は思ってもいなかったんですけれど、ちゃんとできます。本当ですよね。環境を変えるってすごく大事だと思います。でも、そこまでいかなくても、あとは次のガチなパターンで言うと、社会人用の MBA とかに行ってらっしゃる技術者の方って結構いらっしゃいますね。その IT 系で行く方もいますけど、あえて MBA でビジネスを学ぶっていう方もよくいらっしゃいます。あとは、もうちょっとローキーというかローウェイトなところで言うと、先ほど小田翔さんがご紹介したリンクドインラーニングってあるんですけど、あれ結構ソフトスキルがいいんですね。で、それこそマネージャーになるとはとか、プロジェクトマネージメントの基礎とか、それからリモートでの会議を効率よく進めるためには、こういうのビジネスの基礎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 なんですけど、意外と優秀なエンジニアほど苦手だったりします。で、そういうのをちょっとずつでもこうやっていくっていうことでビジネスのスキルっていうのはつく。でも一番大事なのは、それが重要なんだっていうことを理解して、その時間とか気持ちをどう自分に対して投資するかっていうここだと思います。ということで、そろそろセッションラップアップして大丈夫ですかね。皆さんご参加ありがとうございました。小田翔さんもありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。私たちの最大のメッセージは、今、この瞬間にこの国でエンジニアでいられる。これはですね、勝ち組以外の何者でもないです。
で、価値が何かっていうのは、皆さんがそれぞれディファインなさってください。それはいろいろあると思います。時間かもしれない、お金かもしれない、ポジションかもしれない、自由度かもしれない。でもそれはご自分でお決めになってください。だけど、今、この国でエンジニアでいる、もう無限の可能性を皆さん持っていらっしゃいます。ですので、マイクロソフトがそこを少しでもサポートできれば、とても幸せだと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。以上でですね、本セッション終了させていただきます。30分お付き合いいただきましてありがとうございました。またコミュニティなどでお会いできたら嬉しいなと思います。それではありがとうございました。Thank you. Thank you, everyone. Thank you so much. Bye.